はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、楽器のケースについてちょっと語りたいんですけれども、主にね、この管楽器、サックスであったりね、トランペット、トロンボーンとかね、その管楽器の方によく見てほしい動画なんですけれども、今日ね、サムネに勘違いされてる楽器ケースっていう風に書いてありますけれども、何を勘違いされてるのかっていうのをですね、ちょっと説明していきたいと思います。その前にですね、僕が使ってるケースね、楽器のケースは何かというと、これです。僕が使ってるのはこのね、我らがプロテックですね。聞いたことありますか？プロテックっていうのね。おそらくね、これね、僕のはね、もう20年ぐらい前の製品なので、今のね、プロテックとはね、また若干ね、そのデザインとかもちろん異なるんですけれども、これね、とってもいいケースなのでね、概要欄にリンク貼っとくのでね、プロテックのこと知らないよっていう人はぜひね、見てください。でね、このプロテックね、セミハードケースを僕は使ってるんですけれども、その、何がいいかっていうとですね、ここにね、こうポケットがね、ついてるんですよね、サイドポケットがね。こう表と裏についてて、で裏のはねちょっと薄いんですけれども、裏にはねこう譜面をねちょっと入れたり僕はするんですけれども、この表がね結構良くてね、この表にね何が入るかというとめちゃくちゃ入るんですよ、ものが。僕の場合だとねこのマイク入れてありますね。それから、イヤモニターのねイヤホンが入ってますね。それからねリードも入ってますね。それからねイヤホンのねアンプも入ってますね。それから何入ってるだろう。もうね、次から次へと出てきますね。あともう一つね、この別のね、レシーバーも入ってますね。イヤホンのね。ということでね、めちゃくちゃ物が入るんですよ。もちろんその、楽器のね、クリーニングとかね、こういう、ものも入ってたり、もうまだまだ入ってるんですけれども、かなりね、このケース一つだけ持ってるだけで、相当入るんですよ、物が。なので僕はこれをもう長年、もう何年使ってるかな、もう20数年使ってると思います。でね、もちろんねこういったハードケースのねちょっと硬い素材のね、ケースももちろんあるのは皆さんご存知だと思います。で今日はですねこの楽器のケースの種類云々の話では若干なくてですね、ちょっと別の角度から楽器ケースについてね勘違いされている部分を語っていきたいと思います。じゃあまず早速写真を見てみましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速1枚目の写真ですね。この中央のところにね楽器ケースがね置いてありますね。とあるライブハウスでのね話なんですけれども、壁際に置いてて、安全ですね。ところがですね、よーく見るとね、あれこれ拡大してみるとよくわかるんですけど、箱は閉まってあるんですけれども、ジッパーがねどうやらこれね閉まってないようなんですよね。なのでこれも危険だなということが言えます。はい、じゃあ次の写真見てみましょう。はい、これね、中央の黒いやつね、これがね、おそらくトロンボーンのね、ケースなんですけれども、ありゃーと、トロンボーンのケースを立てておいてますね。これ人が通る通路ね、階段のところでね、極めて危ないということですね。これね、誰か来てね、ポンって触ったらドーンってね、楽器ケースごと倒れてしまうというので、極めて危ない行為でございます。はい。そしたらですね、次の写真をね、分かりやすく見てみましょう。今日ね、語りたいのはですね、この置き方も含めてなんですけれども、この特にね、楽器演奏する方、ケースをこうやって置くときにですね、このように縦に置く人々が非常に多いです。はい。で、これは非常にまずいので、まずは結論から言っちゃうとですね、縦に置くのはやめましょう。はい、もう結論です、これが。はい、じゃあ次のね、写真見てみましょう。はい、チェックマークが入ってますね。はい、こうね、平置きっていうんだろうか。なんていうんだから、横にこう置く。これがね、正しい置き方の一つではあります。なぜかっていうと、誰かがこうね、通った時とかに、こう倒れる、恐れが若干減るということですね。はい、じゃあ次の写真。さっきのと比べるとさらにベタ置きしているということですね。若干この楽器を置くスペースのその面積は取ってしまうんですけれども、これが一番安全な A プラスですね。もう最高の楽器の置き方です。
なので、皆さんねこの逆順で言うとね平置きなのか横置きなのか縦置きなのか、これをよく考えてね楽器っていうのは持ち運びするときにですね、置いていってくださいということです。じゃあ今日の勘違いされてるっていう件をね語りたいんですけど、この写真に戻ってみましょう。はい。でもちろんですねこうやって立てて置いとくと倒れる恐れがあります。でここからが本題なんですけれども、皆さんこの楽器ケースを選んだりするときにですねセミハードケースなのかそれともこういったハードケースなのかって迷う方がいっぱいいるんですね。それでいろいろねいろんな人と話すとですねハードケースの方が安全だから外からの力に強いからハードケースを選ぶんだっていうような人が非常に多いんですね。なのでその方々が思ってるのはこのセミハードケースよりもハードケースの方が強いというふうに、思ってる方が非常に多いんです。ところが、ですね、楽器のケースっていうのはですねこう倒れるじゃないですか。こうやってバーンと倒れた時に何が起こるかというとセミハードケースでもハードケースでもさほど差はありませんというか全くないと思っていいです。何が起こるかというとこの楽器っていうのはですねもともとその自分の重みがものすごいあるんですよ。はい、それでいくらねその内部がねこのふわふわの素材でできてたりなんだりしたりしてもですねこうバーンと倒れるとですねもう何が起こるかというと例えばキーが若干曲がっちゃったりもしくはサックスでいうとベルがね若干曲がっちゃったりするんですよ。なので、このケースの種類云々に、関わらず楽器ケースは絶対に倒れないように自分で防御せねばならないっていうのがもう一番なんですね。なのでハードケースセミハードケースっていうのはもはや関係ないと思っていただくのがいいです。なぜかというとですね僕も何人も僕の生徒さんにもいるんですけれども楽器を置いてて倒しちゃった楽器ケースごと倒しちゃったそしてレッスンに来たらですね音が出ないさっき倒しちゃったんですって人をもうね何人見てきたことか。なので僕はその都度言うんですよ。楽器立てちゃダメって言ったじゃんつって必ず平置きにしてっていうふうに言うんですけどもそれでもなおねやっぱねその置く時めんどくさいからねこうやってポンって縦に置いちゃう人が非常に多いんですね。なので楽器ケース完全に勘違いされてるっていうのはですね何かというと楽器ケースは中の楽器をその衝撃からそこまで守れるものではありません。なのでそこをね皆さんもう一度考え直してですね見るといいと思います。で確かにこの例えばハードケースって言ったらですね外からの衝撃こういったコンコンコンとかいうこういう衝撃外からのこういった衝撃には多少強いかもしれないんですよ。多少は。でもそれはこの衝撃に対して強いものっていうことであってこの決してその中がどうなってるかなんて分かんないんですよね結果的にはね。なぜかというとこれがこのままバーンと倒れたらですねやっぱりその中の楽器の重さ自分の重さがあるので楽器のやっぱそれだけねキーがくによって曲がってしまうっていうのはねもう誰しももう推測はつくと思うんですよね。なのでそのセミハードケースかハードケースかっていう違いはですね所詮は外からのちょっとしたこういう衝撃の吸収力が違うぐらいしかないとそう思っておいて間違いがないです。とは言ってもそういった衝撃からねどうしても楽器を守りたいもう目的は楽器をね守ることがもうそれが全てなので楽器ケースっていうのはですねで僕のおすすめの楽器のねこのケースのしまい方なんですけれどもこのエアキャップっていうのかなバブルラップって分かります？プチ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 って潰す空気のやつあれでね若干ねこう巻いてからこうケースにしまってあげるとするとですね若干なりとも外からの衝撃はですね若干抑えられるかなと思います。ところがやっぱりバブルラップ巻いてももう倒したら終わりなので絶対に楽器ケースはこう縦に置いたりしないように必ず平置きにして楽器ケースは置くということをですねもう何遍もねこう思い出しながら楽器外に持っていくといいと思います。はい、でセミハードケースでもハードケースでも極論どっちでもねさほど変わらないとは思うんですけれども1点だけね注意点があってですねケース
こう押した時にケースがこうやってくにゃっと少し曲がるような弱い素材で作られてるのはね、これはね避けた方がいいと思います。やっぱりねケースが曲がっちゃうってことは相当ねそれ弱い証拠なので、いくら落とそうが落とさないが倒そうが倒さないがですね、そういうケースは選ばない方がいいんじゃないかなって、それだけは思いますね。でこれはとあるリペアマンがおっしゃってたことなんですけれども、このサックスのね一番曲がるところはどこかというとですね、実はベルらしいんですよ。ベルがこっちに傾いたりこっちに傾いたりすることが非常に多いらしいんですね。結構簡単に曲がっちゃうらしいんですよ、このベルっていうのが、この角度がね。なのでそれによってこの辺のねタンポが全部ずれちゃう。なのでそれで音が出なくなるっていうのが一番症状で多いんだよと。ただこう素人が見てもね分かるもんじゃないので、やっぱそこに気づかない人が多いと、そういうのもですねやっぱりこう倒しちゃったりした時に簡単にクニュッとこう曲がってしまうというのがあるので、そのぐらいねこの楽器って繊細なのでね、本当にこのケースだけはね皆さん気をつけましょう。それで過去に楽器ケースがねこう倒れるのを見たことがあるって人はね、いいねボタン、それからね、自分がやっちゃったことがあるって人はね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。